久しぶりです。久しぶりです。1年ぶりですよね。去年ですかね。の11月ぐらいが、なんか砥石の紹介をして、多分礎ができるかできないかぐらいのプレゼント企画で、なんかその使い方とか特徴みたいな。そうだ。それをやって、でその後何回か撮って、でそこから休憩というか、お互い忙しくて、でも1年。早いね、めちゃくちゃ早い。あの時のそれこそ礎の一番最初の初期のやつとか、知り合いの人が当たったっつって。あ、本当ですか？喜んで連絡もらえたし。でもあれから礎も1年経ってどうですか？ね、そうだね。やっぱりね、良くも悪くもお客様からやっぱりお声をいただくので、ブラッシュアップして、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかとか、ね、もうちょっとらしさをちょっと追求したモデルに少しずつ変えていってるっていうのはバージョン何ぐらいなんですか今バージョンいくつだろうね。バージョン4ぐらいかな。今もなってるよね。4、5とかですか？そうだね。そうやっぱり僕らが思ってるその良さと、でメーカーさんがやっぱり思ってる良さとかで、そこの誤差っていうのを埋めるっていう作業がすごくあったり、で僕らの無理難題にすごい付き合ってくれて、やっぱりそのブラッシュアップをしていただけたっていうのがすごいこの1年は大きかったかなと。なんか思う砥石にどんどん改良しアップデートしっていうのができていったっていう意味ではすごく嬉しかった1年かもしれないね。僕もこう動画を一緒にこう撮らせていただくの1年ぶりなんですけど、いろいろお勉強させていただいてて、砥石のこう経過とかも伺ってはいたんで、やっぱそこもいろいろ試行錯誤して、その硬さがやっぱり一番ネックというか、そうだね、やっぱりなかなか狙ったものにならない。本当にやっぱりね、そのビトリファイド製法っていう製造方法の難しさであり、でやっぱり所詮僕らはやっぱり使い手側で買わせてもらってるだけで、現場のことを全然分かってない人間だから、どこまでが無理難題なのか、どこまでが叶う範囲なのかがちょっと分からないっていう手探りのところもすごくあって、でも正直なところ、その礎に関してはほぼ 100% に近いぐらいこっちの無理難題を叶えてくれたんじゃないかなっていうぐらい、ものすごい努力していただいたなっていう感謝がすごくある砥石だったのかな。っていうと、じゃあやっぱ発表から1年経って同じ礎でもだいぶこう理想に近づいてはきて、なんていうんだろう、その内容が大きく変わったかっていうと、そういうわけではなく、どちらかっていうと狙った硬さをきちんと出してもらえるとか、なんかそういうブラッシュアップの仕方って言った方が正しいかもしれないね。そうだからどうしてもビトリファイド製法って同じ硬さを常に出すっていうのがやっぱりかなり難しい砥石っていうのが、ずっともうデメリットとしてはあったのかなと思う中で、自分たちでかなりいいストライクゾーンに常に入るようなところに持っていけるように頑張っていただけたっていうのがすごい大きい。他は何かありました？1年で。そうだね、単純に仕事で言うと、やっぱり普通に技術が上がったと思う。伸びしろをすごくまた感じてて、そういう意味では面白い。だから圧倒的にやっぱりできることが増えたり、また目指すべきゴールが視界がよりクリアになったというか、そこはやっぱりやってて感じるね。もうよく弟子たちに言うの、多分お前らが伸びてるより俺の方も伸びてるダメだよ、こんな伸びきったように見えてるやつにさらに伸びしろで負けるじゃんとかっていう話をしてるから、そういう意味ではね、やっぱりね、その技術が上がってるっていうのはまたここに来てちょっと感じることが増えた。でもそれって実は礎のおかげでもあるんだよ。めちゃくちゃ仕事が早くなった。
そうで今までできなかったことがちょっとできるようになったっていうのもまあ大きいかもしれない、そうなんかいろんな発見であり気づきがあった砥石でもあって、やっぱり自分のその力の入れ方、体重のかけ方とか、削り方とかどうすればよく削れるのかとか、っていうのをちょっと気づかせてもらうきっかけになった砥石だったのかもしれないなとも思ってて、特にね一時販売した激型と片口、あれが結構そこのキーになってくれた部分もあって、自分たちがいいと思っててもみんながいいと思ってくれるかどうかわからないとかってそういう悩みもあったので、やっぱりいろんな人たちにちょっと使い方を教えたらできるようになった、早く削れるようになったとか、そういう声が大きくて、こういうアプローチもあるんだなっていうところがなんか気づきで早く削れるっていう結果になったというか、自分がその技術を向上するのにちょっと、すごく役に立ったって言ってもいいところなのかなと思う。やっぱなんか道具ってすごい大事だなと思ってて、人によっては技術があったら道具選ばないっていう人いるじゃないですか。でも逆だと思ってて、絶対選ぶと思うんですよね。そうね。絶対そこから得るものもあると思うし、やっぱり一流の人が使う一流の道具っていうのはやっぱりこう、もちろん初心者最初から使いこなせるものではないかもしれないですけど、そこから技術が上がったりとかっていうのは絶対あるなと思って。そうだね。工房大佐の話で工房筆を選ばずとは言うけど、確かに80点は安い筆でも多分80点のレベルの仕事はできるんだろうけど、100点を目指そうと思ったらやっぱりそれに適した道具っていうのは絶対越えられない壁としてあるからね。だから僕らがどれだけ努力しても荒取れ仕上げの切れ味出せないのと一緒で、やっぱりいい砥石、いい道具っていうものでしか到達し得ない領域っていうのがあるのも間違いないから、そういうところでやっぱりやっぱり早い段階でそれに気づけたっていうのは自分の中で大きくて、それがあって砥石を自分たちで作ろうっていう風になったっていうのも大きいんだと思うんだよね。そうだからいいものって何なのっていう追求の仕方っていうのがあるものからいいものを選ぶんじゃなくて、ゼロから作るっていう方に行けたっていうのが、やっぱり自分の技術の向上にもすごく影響を与えてるなとは思うね。結構歪が大きかったですね。ここ最近の中では本当に、劇的にやっぱり削るというか、なんかできなかったことができるようになったっていうのは本当に大きかったね。僕もちょうどその藤原さんと去年この撮影を始めた時はまだ椿谷包丁店さんにお世話になってて、7年目6年ぐらいお世話になってたんですけど、ちょうどその去年の年末に卒業して、で今ひっそりと身を隠しながらめちゃくちゃかっこいい包丁作ってるじゃん。いや、そこも本当に藤原さんと今回T3 っていうのでも少し関わらせていただく機会があって、一緒に開発というか実験したりっていうのを、実は去年の段階では動画では撮ってなかったですけど、少しサンプル作ったりとかで、形だったり、あとはハンドルのデザインっていうのは僕が考えたりとかで、本当切れ味とか研ぎの方面っていうので分業って言ったらおこがましいですけど、実用性プラス、シンプルなんだけれどもやっぱ完成されたデザインの包丁っていうのを作りたいなと思って今一緒に、やらせていただいております。やっぱりね、友のすごいなと思うのはやっぱりプロダクトデザインっていうそこの能力は本当にすごいなっていつも思うし、もう本当にね、絵がかっこよすぎるんだよね。あれは本当にいい絵だと思う。あれは本当にすごいよ。いや、あれはどんだけ試作繰り返したのっていうぐらい試作しないとたどり着かない絵だよなっていう、もうそれがもう見えるもんね。いや本当にだからそこが極論だけど、
足らない能力を一番逆に持ってる人間だなってすごい思うしね。それはもうなんか羨ましくてしょうがない。なんかそれを言っていただいた時に、前回言っていただいて、なんか、すごいなんか嬉しかったというか、なんか僕は逆に、この業界に興味を持ったきっかけっていうのが、藤原さんのこうやってる表紙の本なんですよ。で、そこで藤原さんっていう存在を初めて知ったのがちょうど10年前ぐらいの20歳の時なんで、で、それで大学でその研ぎ研究クラブみたいなのを作って、で、そこに要は書いてあることを僕は中国語とかで訳して現地の子に教えるっていうのをやっていって、で、その中で、業界入って仕事していって、で、まさか今こうやって、なんか一緒にお仕事に携わらせていただいて、でもその時の自分が見たらすごい大喜びしてるというか、なんかすごいなんか縁だなと思って。いや、本当にね、あんなに書くの嫌だった本が、ね、役に立ってるなってすごい思う。いやなんか本当それがきっかけなんで、友達と一緒にあれ見て勉強して、だからそれでデザインがって言っていただいて、でも僕は僕でそれで勉強してきて、でその研ぎの凄さだったりとか、そのどのレベルの話をされてるかっていうのも肌感ではある程度分かるつもりではいるので、でやっぱ、羨ましいっていう言い方はちょっと僕から藤原さんに対しては言えないですけど、こう追いつきないだろうなという諦めではないんですけど、でもだから僕が比較的得意なところをじゃあやろうっていうので、やってきた中で本当にご縁で一緒にこうやってやらせていただいて、で今はこう新しい夢っていうかちっちゃい目標としてやっぱその藤原さんの究極のその実用性っていうか切れ味のこう極限で、僕は僕でこう、デザインも含めていろんなものからこう吸収した、設計というか包丁デザイン、パッケージングであったりとか、そういうのでこう実用性も兼ねてて、それであってこう美しいというか綺麗なもの、心躍る包丁じゃないですけど、で使ってもおーってなるようなのができたらやっぱ最強だなと。いや、それやりたいなっていうのがもう一番の。そうだよね、本当にやりたいよね。それで今こう一緒に実験というか、いろいろ試作をもうなんだかんだ1年半近くそんなにしてると思います。藤原さんがその T3 やられてもその時で4年ぐらいやられてるって言ってたんですけど、でもそっからさらに1年半ぐらいもやってどんだけやってるんだろうね。で僕とやってても試作でも結構多分 4,5 回ぐらい多分やってると思うんですね。最初の時点でその確か3パターンか4パターンぐらいその焼き入れの温度と焼き入れのその機械の種類だったりとか、そうだよね。っていうので、あと形っていうのでやって、で、あと焼き入れプラスその研磨の表面のその磨きの仕方とかどこまで薄めるかみたいなのをやった上で、このパターンが一番いいなっていうのが決まるまでに多分何回かそれでやって、で決まってからさらにじゃあ今度は逆にその工程をどこで止めて、でどこからその藤原さんのその最終仕上げに持っていった方がもう一番そのベストな仕上がりになるのかっていうのも結構やったりしてて。そうだよね、一番最初だって8種類ぐらいねあったもんね。そうですね、パターンがね。そうだよね。そっからなんか 2,3 種類に絞って、でまずそのどういう工程にするかっていうのでまた絞って結構やりましたね、振り返ると。そうだよね、確かに、なかなかね一つの包丁を作るのにそこまで練り込むってないと思うもんね。今ここに来てようやくなんかちょっと巧妙が見えて、なんかもうゴールがちょっとあとちょっとのような気がしてるよね。でもなんかそれ言うとどんだけすごいんだろうってちょっとこれ言わない方がよかったそうか買う側からしたらどんだけ時間かけたんだからものすごいんだろうなっていう期待値があるかもしれないですね。どこまでがねどこまでかわかんないけど、一定超えると自己満足の世界なのかもしれないけども、でもなんだろう、自分の中で何でもそうだけどゴールはないにしろやっぱり思うところまでやりきったものっていうのはすごく可愛い子なんだよ
よね。そういう熱量があるものっていうのをやっぱりお客さんに届けたいっていうのはやっぱりあって、なんか途中でなんだろう、妥協しちゃったんだよねみたいなのがどっかあるものを、ちょっとなんかその最高ですとやっぱり口が裂けても言えないし、なんかね、まだ余力があってもいいとは思うんだけど、でもやっぱりなんかね、やってる関わった人がみんながこれだったらもういけるんじゃないかっていうところまではやっぱりいけたものをね、やっぱり売りたいし、でそこからさっきの話、よりまたね、売りながらとかお客様に意見をいただきながらとかブラッシュアップしてまた改良されていくのはまたね、いいことだと思うんだけど、現時点でのなんかベストを狙いたいですね。そうなんですね、今できるベストを狙いたいです。その中で多分そのベストをやったからこそ多分次のステップが見えてきて、あ、ここ変えたらもしかしたら良くなるかもっていうので、やっぱ少しずつ改善していくっていうのがまた楽しいというか。ね、やっぱりそこはやっぱりね、妥協せずにやりたいところだよね、自分の個人的にはやっぱり砥石でそういう成功体験っていうか、それが今につながってるっていうのがすごくあるから、やっぱりまあそこはね、大事にしてね、妥協なく常になんかね、ベストを狙い続けたいなとはね、そのね、各時点のベストだとは思うんだけど、でもね、やっぱりそれがまあやっぱりお客さんに喜んでもらうポイントになってくれるんだったらすごく嬉しいけどね。すごい楽しみですけどね。そう、いや本当にね。まあすごい気に入ったものができるなとは思いますね。やっぱり今まで以上にこう僕の中でも20歳の頃の話じゃないですけど、その時のまあアイドル的な存在の藤原さんとのその、まあ、コラボじゃないですけどが、まあ、僕今年30になったんで、30というなんか変わり目でできるっていうのはなんか嬉しいですね。すごい愛着があるというか。じゃあもう31になる前に早く売ろう。早く売ろう。31になる前に。いやでも本当なんかこう製品としての実用性っていうのだけじゃなくて、その気持ち的にもやっぱりちょっと特別な作品にはなるかなと思ってますね。もちろんそれがゴールではないですけど、もっと良くなっていく、まあ、していきたいなと思うんですけど、その今の時点のベストっていうのはなんかこう感慨深いものがありますね、僕の中で。どれだけ多くの方に届けられるかっていうのは、まあ、そこまでたくさん多分準備できないと思うんで。でも本当ね、楽しいよね。楽しいですね。ずっとそれを考えてるのが楽しくてしょうがない。藤原さんと試作してる時間が楽しい。試作がやっぱ上がってくるってすごい楽しいですよね。作品がここが良くなってるとか、でもやっぱ良くなかったなとか。でも分かるわ、もうだって試作の何かが届いたらさ、もうすぐにもう開けてさ、なんかそのままポイント持って中だけ持ってさ行っちゃって、その残ったやつを見つけて誰かにいつも怒られるのまたそのままにしてみたいなそう、本当新しいおもちゃがなんか買ってもらった日みたいな。本当そうです。いやもう本当に嬉しいです。この1年は結構それがあったんで、楽しいって楽しかったですね。なんか良くても悪くてもやっぱその触るまでのワクワク感を早く開けたいじゃないですか。だけど俺ここ変えたけど逆にダメだったかとか、なんかそれもそれで一つの勉強っていうか、さらにね、新しい講座も今また着手しようとしてるしね、そこら辺も楽しいよね。また5年待たないとダメなんですか？いや、5年は待たなくていいでしょう。もうベースがあるからね。T3 自体がそもそもやっぱりね、今までになかった鋼材っていうかね、なんか包丁として使われてこなかった材料っていうのがベースとしてあるから、だからまあそういう意味ではね、それに付随したところを今広げようとしてたりとかしてるわけで、そういう意味ではそんなに実験しなくても T3 と比べてどうなのかとか、まあ、そういうベクトルでやっていけるんじゃないかなと思ってるんだけど、楽しみですね。なんか T3 ですら、いや本当これはただの事実なんですけど、試作とか試すのに、まあ、周りの料理人とか、まあ、家族とか、まあ、全くその素人の人とかからプロの人まで使ってもらうんですけど、おってなりますね、みんな。やっぱその人参とか特に切った時に、おみたいな。大体表情おってなります、いいよね。本当にあそこまで薄さがちょっと攻めれる鋼材もなかなかないっていうのも正直あるしね、やっぱりすごい賭けに強い、
そうやっぱり実験的にやってると、貝先作って、でそれでハモを切るのに T3 の4ミリやつの貝先作ってハモでみんな試してくれるんだけど、やっぱり、他の鋼材に比べて圧倒的に書けないし長切りがすごいんだよね、ここはやっぱり何に置き換えて実験するのかが一番いいのかっていうのが分かってなかった中で、やっぱりハードに使ってやっぱりみんなが欠けて困るっていうところに落とし込んだ時にそれが如実に出たっていうのはすごい面白かったね。ただね、やっぱりこだわればこだわるほど数ができないっていうデメリットがあるからね、そこがね、なんとかね、もうちょっとクリアできていくようになったらなと。コストも時間もかなりかけてはいるなと思ってるんで結構試作でどれだけ時間とコストかかったかわかんないぐらいやってるんで、だってもう T3 って言うようになったからあれだけどさ、前のね、そういう事業の時に、までずっと新鋼材って言ってたけど、新鋼材じゃもうねえよね、もう新しくないじゃん。全部合わせたらもう5年半ぐらいやってる。完成するにもう6年ぐらい。どんだけ前からやってるんだよっていう、ね。でもなんか以前の T3 とは多分全く違う、そのプロセスにしても、藤原さんが一本一本手を加えてるっていうのもそうですし、全く鋼材は同じですけど、そのプロセスも見直して、その熱処理にしても研磨にしてもでやってるんで、第2世代じゃないですけどかなり進化はしてるんじゃないですかね。やっぱり焼き入れもね、変わったしね、やっぱり違い感じるしね。そういう意味では、その以前世の中に初めて出たのがクラウドファンディングの T3 だと思うんですけど、そこからまたさらに進化してると思いますし、やっぱりね、ちょっとね、友のおかげもあって幅が広がったからね、使えるなんていうの、手段がすごく増えたというか、そこが大きいよね。やっぱりね、2択しかない中でどっちって言われた時にはね、もうそっちしかない世界で、それが5択になりましたってなったらすごい話だからね。そうだからそういう意味ではね、知らない世界が広がったっていうのと、やっぱり選べるっていう、選択肢が広がったっていうのはすごく大きなポイントになってるなと思うしね。でもなんかお互いにあるものを机に並べた時に、僕だけではできないし、一人だったらここまでしかいけないけど、でも2人でやったらもうちょっとその幅も広がって、その中で藤原さんの今まで積み重ねてきた知識であり、切れ味に対するその経験とか、僕の中で僕はまた違ったその選択肢があって、その組み合わせが増えることで、やっぱ新しい可能性が見えてきた1年半ぐらいだったなと思って。いや本当にね、そう考えるとすごい1年半だったよね。だからそれが多分楽しすぎて達成してる場合じゃなかったっていうそれがもう結構だからいろいろあったなと思いますね。なんだかんだ1年、結構なんか充実した1年だったなと思います。あっという間で。そうですね。それこそね、人生の最大のイベントもあったしね。そうですねそれもね、大きいね。そうですね、僕も結婚して結婚してちょうど30になって、で、独立というか完全に離れて、すごい、で、藤原さんともなんかコラボのアイテムというか商品もやらせてもらって、変わりすぎてますね、いろいろ。いやすごい。一気に180度変わって楽しいですね。いろいろ責任も増えましたし、プレッシャーもやっぱあるんですよね。やっぱその藤原さんと仕事するっていうやっぱプレッシャーあるんでやっぱそこにやっぱ携わる以上いてくれてよかったって思ってもらえるような仕事をやっぱしたいなと思って。ありがたい話だよ本当にね。本当なんか楽しいですね。いろいろ変化があった1年でした。いやでもね、充実した1年で、ね、来年がもっと楽しいんですけどね、もっと何かね大きく変わる変革の年な気がするんですね。結構ね、ある意味今後の人生がちょっと大きくね分岐する1年になるのかもしれないなとちょっと思ってる部分があるので、楽しみでもあり不安でもあり、
ね、でもまあ確実にね地に足つけて、ね、まあ、やっていったらいいんじゃないかなと思ってるんだけど、なんかまあこう取り巻く環境だったりやってることっていうのはどんどんまあいい変化進化していくっていう意味で変化はしていくと思うんですけど、やっぱいや変わらないのって、まあ、お客さんに喜んでもらうっていうところは、まあ、ずっと変わらないんで、そうだね、そこはやっぱり使っておっていう切れ味でもいいし、やっぱこう普段使ってて楽しくなるような包丁、まあ、何にしてもやっぱお客さんによって違う、求めるものが違ったり、やっぱプロの料理人さんであったら質実冒険で実用性のあるものっていうのも作りたいし、まあ、普段使いでこう楽しくなるような包丁っていうのもやっぱすごいいいなと思うし、どっちにしてもやっぱお客さんが喜んでくれるっていうのをゴールとしていろんななんか商品を作っていきたいなって思います。僕もいろいろ見えない世界が見えた1年だったし、藤原さんにいろいろ教えていただいて、まあでもね本当にまあ地道だけどね、まあ、間違いなくその誰よりも何よりもまず自分たちがやっぱりね納得して、本当にこれはいいって心の底から思えるものをやっぱり追求していくっていうのが、まあ、最終的にはやっぱりお客様のためにつながってるっていうところをねやっぱり信じながらねやっていくっていうのがやっぱりとても商売としても大事なんじゃないかなと思うし、やっぱりねそこに熱量こもるからね、やっぱりね思いもあってね、やっぱり間違いないって思い得るものっていうのは本当にいいものになるんじゃないかなと思うからね、まあ、その妥協をねちょっとみんなせずに、まあ、頑張りきりたいなと思うんだけどね、やっぱなんか前回の動画でも、まあ、以前やってた動画でも結構コメントでなんか2人の楽しさが伝わってくるみたいなコメントもあったんでやっぱそういう話してる時は楽しそうに見えるんだな、それはなんか、いいことだなというか、まあそうね、それが伝わるっていうのはやっぱそれってそういう気持ちで喋ってないと。いやー本当にね楽しいんだよね、新しいものを作るって本当に楽しくて、ただちょっとね不安があってさ、もう賢章もなんか行き着きそうな気がしてきてさ、なんか新しいものも作れなくなるぐらいまでちょっとその先がそうなんか終わりが見えてきた気がしてきて、なんかちょっと寂しいんだよね。でもやっぱなんかやればやるほどそれこそさっきの80点じゃないですけど、そこ超えてきた先でその1点上げる努力の量がどんどんその劇的に増えていくじゃないですか。まあそうだね。その仮にじゃあ今の90点だとしたらその91点にするのって相当な努力で、まあ、その1点を92点にするときまたさらに努力が必要になってくるじゃないですか。そのどんどんなんていうんですかね、まあ商売っていうかビジネス的に考えたらもう効率悪いしかないというか、もう80点超えた先ってもうどんどんそのコストっていうかコストと時間がものすごいかかる。でもその世界がすごい面白いっていうか、そこからが楽しいっていうのもあるじゃないですか。まあそうだね。だってね、もう礎とか入ってきたら全部手作業で硬さチェックしてるからさ、150本入ってきたら150本全部手で研いでるからね。そう。そんなとこ一つもないと思うんですよ。全部ふるいかけてね。そう、もうあれはもう従業員全員で会議だったよね。これをやるかやらないかがうちの一つのなんかもう今後を決定づけるぐらいの。そう、そこをやるかやらないかでもう一つクオリティが変わる可能性があるっていう、でもやった以上はもう今後引き下がれないんだけどみんなやっていいみたいな。逆にあれをあの値段で出せてるのがちょっと異常ですよね。一個一個砥石をこう削って硬さチェックまでして。そうだね、なかなかまあ難しいところでやっぱりでもどこまで行っても天然砥石も含めてどうしてもやっぱり道具としか見えなくて、でね、やっぱりまあ日本を取り巻く環境だけで言えばやっぱりどうしてもね労働賃金ってそんなに上がってないし、やっぱりまあ若い子たちもねやっぱりねお客様として当然いる中でやっぱり高すぎて買えないものっていうのは道具としての価値をやっぱり、ね、高めるってちょっと難しいよなっていうのもやっぱりすごい感じてて、すごいやっぱりそこは悩ましくは思うよね。それこそね、ちょっと価格が合わなくなってきて最近焦ってる。そう前に相談受けて、いやなんかそれはまあそうだよなと思いながら
あれやばい、これ儲けないどころか下手すると赤字にちょっといってしまってないみたいなね。それでもなんか最初その1ドル出す時ももっと安い値段で出す予定だったじゃないですか、まあそうねそうどうしてもねやっぱりねもう十何年だ4年ぐらいになるのかな、はい、もう子供たちにねある高校の子供たちボランティアでずっと教えてて、はい、やっぱりでも子供たちはお金ないんだよね当然、でバイトもしない子たちがほとんどだから、そうするとやっぱり親御さんに頼んで買ってもらうわけよ。その親御さんの表情を見てて自分も親だから分かるんだけどだよねって思うぐらい砥石3本買ったらやっぱり2万円とか普通に超えてくるんだよね、はいはい、そうやっぱりねハードルだよねって思うのも正直やっぱあるしね、やっぱりまあね分かってるんだよね、いいものが高いのは当然なんだけど、でもやっぱりまあ僕が今いる立ち位置ってその普及が僕のまあ目的で、その切れ味であり研ぎっていう文化をやっぱりもっと知ってもらいたいって思いでいくと、やっぱり、ね、価格はやっぱりできる限り、ね、抑えめにしておかないとやっぱり、ね、トップの一部の人しかわからない世界っていう風にするつもりがやっぱり元からないから、やっぱりそこのなんかその心情的なせめぎ合いはいつもあるよね。あとはね、自分でめちゃくちゃこれはもう神がかってすげえなとかって思うものが意外に売れないとかね。あるあるですね。これはすごい砥石作っちゃったとかってすごい喜んでたんだけどね。特に礎の5000番めちゃくちゃいい砥石って思ってたんだけど、一番売れなかったね。そう。多分削れ5000番っていう意味が分かんないんだろうなっていうのは後々自分でも分かるんだけど、そう。でもご自身でお仕事ではやっぱ使われてる。いやめちゃくちゃ使う。もう5000番ないとやっていけない体になってるぐらい5000番好き。そう薬物依存。そう本当に5000番は本当にやっぱりね粒子が細かい方が金属に刺さりやすいのね、硬質系の刃物に対してやっぱり傷は入れてくれるのにもかかわらずよく削るっていうこのもう完全な矛盾、そうそれが多分なんていうんですかね、5000番のそのビトリファイドっていうのが今まで市場に僕は見たことないんですけど、そうなかったと思うね。なんかその使った時に多分5000番のイメージとあまりにも違いすぎるのが多分問題なんじゃないですか。そうなんか5000番にして粗いとか、要は削りすぎるせいで本当に5000番なのみたいな感じだと思うんですよ、多分。そうなんだよね。削ろう会とかでもよく販売させてもらうんだけど、5000番の立ち位置を並べるときに、礎って1000番、3000番、5000番ってあって、でその次に暁3000、6000、8000、1万番、そのままの順番の粗さだと思ってくださいってよく言っちゃうんだよね。暁の3000番よりも粗いみたいな。だから5000番だけどラインナップで言うと2000番ぐらいの立ち位置でもいいのかもしれない。もう1000番だともう自分の中では今なんかもうアラトみたいなイメージだもん。そうだからもう1000番って言っていいのかなっていうぐらいよく削るし、でも結果論やっぱり使ってる塗料は嘘ついてないからやっぱりまあねメーカーと比べてっていうところが難しいところはあるけど、確かにね削る反面じゃあ傷もめっちゃ浅いんですかってそういう矛盾はないんだけども、でもやっぱり1000番で作られている範囲内の傷の中で最も削るっていうイメージで言うとやっぱりまあ400番とかなんかそんなのに近いようななんか使い方をしてしまってる気がするのね。それだけ削るってことです、それが多分5000番のそのイメージと違いすぎるっていうのがなんかって感じちゃうあれなのかなと思いますけど、5000番でなんかやっぱすごい細かくってなんかツルツルしててみたいな多分ピカピカ光るとかね、使ってる人ほど逆にある程度使ってる人ほどそういうのが多分そうかもしれないね、馴染みがあるじゃないですか、だからその5000番を使った時にこれ本当に5000番かなみたいな、なんかもっと粗くないかみたいな、感覚的に多分感じちゃうのかなと思いますね。だからまあちょっとね初期の頃のロットは少し柔らかめに作ってたっていうのもあったのも、まあ、ちょっと反省点かなと思って、まあそれをねちょっとかなり硬い方に寄せてあげるともっと5000番っぽいんだけどね、そこら辺がでも
賢章という色からしてどっちが賢章らしいっていうところを考えたときに、礎のコンセプト的には研磨力っていうイメージがやっぱり僕の中ではあって、やっぱり土台作りで早くすっ飛ばしたいポジションだから、やっぱりよくどの砥石も削れるべきでしょっていうところが最初はあったんだけども、そうでもやっぱりちょっとねそこを置いといて、やっぱり賢章って他の砥石に比べて硬く精密に研げる砥石ですよねっていうイメージをやっぱり持っていただいているお客様が多いのが事実で、だからどっちかなと思った時に最初はちょっと研磨力に寄せてたんだけど、ちょっと今後はね少し形作りを土台をかなりしっかりするっていう方向にちょっと寄せていくようにしようかなってちょっと今悩んでる、だからそれこそさっきの話じゃないけど、メーカーさんが本当に努力していただいて、やっぱりビトリファイド製法なのにストライクゾーンにかなりもうちゃんと入れれるようになっていただけるようになったから、5000番の片口激辛ができる可能性がかなり高まったから、そう10段階で指定してなんか6と7ぐらいみたいなのやってますね。そう後半の方よくちゃんとなんか狙えてきて、狙えれるようになってきて、そうだって逆にね、今度は何番ですかみたいな、何番がいいですかっていうのが来るようになったのが、もうなんかもう今回はどこら辺を狙いますかみたいな。もうね、メーカーさんも病気になってきてるなちゃんとみたいなね感覚があったからね、そこはすごいありがたいなと思ったしね、面白いなと思うし、ね、今後やっぱりねちょっとそこが狙えるようになってくると、同じ砥石ですかっていうぐらい差が出るんだよっていうのもまたね、お客様に知っていただけるっていうのもやっぱりまた砥石作りであり、砥石のね、その幅という意味ではものすごく楽しく面白く感じていただけるんじゃないかなと思うしね。そうなんかだから来年、今年ももうあと1ヶ月で終わるじゃないですか。いろいろこの1年やらせていただいて、で来年も忙しい中でもやっぱり前回やってて結構楽しみにしてくれてた方も多かったんで、なんか申し訳ないな、取れなくて申し訳ないなって気持ちはあったんですけど、でその中で来年また皆様にね今度はこういう裏話じゃないけど、こう製造過程でここ変えたらこういう風になるんだよとか、そういう比較であったり、その商品開発の施策を作っていく中でのストーリーとかっていうのもなんか話しながら、あとその刃物と砥石の歴史そういや石器時代からそうなんだよね。もう本当にね、ここに来てやっぱりすごく多くの方々が研ぎをしていただけるようになったからこそ、起こってる問題点っていうのをやっぱりちょっと皆さんに聞いてもらいたいなってすごく思いになってて、なんかね切れるようになったのに使い方変えないとパフォーマンス発揮できないよとか、分かりやすく言えばそんなに切れるようにできたのはすごいんだけど、その使い方したら欠けちゃうよっていう問題が出てくるとか、なんかそこら辺がねやっぱりできるようになったからこそ、使い方をもう一回なんかブラッシュアップをみんなでしていくっていう段階が必要なんじゃないかなってすごくちょっと感じてるんだよね。だからそういうところをやっぱりね、みんなにちょっと発信して少しでもなんか役に立てる、ね、ものになっていったらいいんじゃないかなと思ってて、そういうのをねちょっと今後また少しずつでもね、超絶マニアックだから。最初は何から話すんですか？いや、一応やっぱり砥石を一回きちっとなんか自分なりにちょっと語りたいなっていう。大体何時代から？いやもうそれはもう惰性石器から魔性石器に変わったところからだよね。それは何年前ぐらいですか？僕ちょっといや、何年前とかっていう世界観なのかな、紀元前とかそういう話なのかな。紀元前なんです。そう、そこら辺をね、今ずっと一生懸命やっぱり歴史的な、バックグラウンドからずっと本当に本読んだりとかいろいろやってるんだけど、やっぱりね、ボリュームとして面白くなってくるのはやっぱり鎌倉時代と、あとポイントになるのがあとは江戸時代。ここがすごく大きなターニングポイントになってるっていうのが分かってきてて。考古学者になるんですか、藤原さん。いやなんだろう、本当にね、なんていうんだろうね、
まあ変に先生業もずっとしてる中で、はいやっぱり自分が発する言葉ってすごい重いなってすごい感じるんだよね。それによってなんか人の何かを左右する可能性があると思ったら、やっぱり勉強が足らないっていうのはすごく失礼な話だし、無責任だなと思ってしまうところがあって、でやっぱりね、そういうものを販売してるし、そういう歴史的なバックグラウンドがあって今に続いているものでもあって、やっぱり研ぎであり砥石であり包丁ってすごいやっぱり歴史がやっぱりしっかりしているもので、その中でもさらに世界と比べた時の差別化がすごくなされている、ある意味稀有な、道具っていうのをやっぱり日本人として培ってきたんだと思うんだけども、やっぱりそこら辺をやっぱりしっかりリスペクトしながらもやっぱりきちんと接客であったりとかお伝えするっていう意味で、やっぱり勉強っていうのはやっぱり一生欠かせないなと思った時に、じゃあ何が一番最初ですかって言われたら、やっぱりもう砥石でしょってなっちゃったんだよね。そうやっぱ始まりの道具だから、人類における始まりの道具だから、そうだからね、もうめっちゃマニアックかもしれないしあれだけど、ね、やっぱりね、僕らのスタートした最初に使った道具を語らずしてなぜ刃物が語れるんだっていう包丁が人類につながるって、そう人類の成り立ちから始まる。そうでもそれぐらい時って本当にね、すごい規模感ですね。歴史が深いものだから、やっぱりそういう意味ではね、そういう中でやっぱりね、日本の天然砥石って何がすごいのかっていうところにも最初につながるし、そうやっぱりそういう意味ではね、多くの方々がなぜ日本の刃物が切れるのかっていうところのちょっとねヒントにね使ってもらえるようにね、少しでもなる勉強になるものであったらすごいいいなと思って、そういうところをねちょっと学んでいただける動画をちょっとね、なんとか。ただちょっとまだ勉強が足らないからさちょっといっぱいもうね大変なのよ。もう書いてある文字がそもそももうわからないものも読んでるから。そうどういうことですか、その専門用語と違う言語ってことですか？いやもうだって江戸時代とかのところのやつとかわかんないもん。その時代の言語で書いてある。それを読み解いてるんですよ。それとかはもうなんかわかんないからさ、そこから筆文字みたいなやつです。いやそうだからもう源氏物語とかのそれの解説をしているものとかをどっかから探してくるとか、なんかそういうね、一応絵で描いてあったりだけのやつとかもあるから文字読めなくても多分こんな形してたんだなとか、そういうところから読み解いたりとか、そういう形をせざるを得ないからさ、そうなかなかねちょっと進まないんだけど。5年後とかにならないですか？いやそれでもね、ちょっと大きく間違わないように、で僕の、その予想とか推測とかも入れつつ、そうですね、そうだからあくまでもねちょっと一つのヒントというか、そういう世界観だったんだろうなぐらいでね、見ていただいて、なんかもうねなんだろうね、それはこうなんじゃないですかって言われても、そういう考え方もありますよねみたいな感じでしか。やっぱ今のなんかこういう、SNS にしても発信の仕方があんまり好きじゃないなと思ったところって、なんか断定するじゃないですか、やっぱり。でも断定した方がやっぱり見られやすかったりはすると思うんですけど、やっぱりなんかそこまで断定できるものって正直ないじゃないですか。こうかもしれないし、こうかもしれない。特に歴史だったりする過去のものって急に変わったりするわけで、新しいものが掘り出されてきたり、だから今言ってるものってあくまで現時点である程度分かってるものであって、全て参考というか、僕が調べた上でこうですよっていうのは責任を持って、でそれ責任があるからこそ多分断定しないんですよね。こうだっていうのは言えないんで、ちょっとでも他の可能性があるんであれば。そうだね。でもね、なんかそういうヒントをもとにみんなも想像してね、なんかそこに議論が生まれるから面白いです。なんか断定しちゃうと、こうだって言ったらもう、そこから何も生まれないんで、こうかもしれないんだけど、なんかこうかもしれないんだよねっていうところから、やっぱその見てくださる方が調べてくれるかもしれないですね。こういうのありました。そうだよね。いや本当にね、やっぱり一人でできることの限界なんて本当にね、知れてるから、ちょっとでも興味を持っていただいて、そこからね、なんかまたその方が持っている知識をね、また披露いただいたりとか、そういうところでもっとね、みんながクリアになっていくっていうものになっていくのが一番理想的かなと思うんでね。
なんか誰が合ってる間違ってるじゃない、そこを紐解いていく楽しさっていうか、そこだけだと思うんですよね。そこだけ純粋に見てればあいつは違うとかって、じゃなくて、まあ何が正解なんだろうなってみんなで考えて、まあ楽しめるようななんか内容の、まあ、チャンネルというか、はい、そう、まあ、よりマニアックになるかもしれないですけど、前回やってたそうもうめちゃくちゃなんかピンポイントに落とし込みたいんだよね。もうなんかね、柳葉だけに語るとか、そうなんかもう講座でもうね、白髪2号だけ語るとか、なんかもう本当にもうよりミニマムに、そうあまり大きく広げず、その方がね、なんか分かりやすいというかね、これはこっちあれはこっちっていう風になりにくいようにできる限り限定していくっていうのが、まあちょっといいんじゃないかなと思うんだけどね。でもその分めっちゃマニアックだし、めっちゃつまんなくなるかもしれないけど多分一番一人で楽しくやってるだけの動画かもしれないから好きな人だけが見てくれたらそれにした石器時代からの歴史に興味がある人第1回はじゃあそのなんか魔性石器とかそこら辺からですか？いやでもそこを長く語るつもりはなくて、そうやっぱりポイントになるのはさっきの話、鎌倉時代と江戸時代っていうところと、あとはまあやっぱりそこの後からやっぱりまあ19世紀後半かなに腎臓のそういう研磨剤の開発から腎臓砥石っていうものが生まれていくっていう、そこら辺がまあすごいターニングポイントになっていると思うから、まあそういうところをねちょっとまあ紐解いていくっていうのがすごいねあって、まあもう和製石器、惰性石器、そこら辺の話だけで広げるだけの知識だからそこがスタートだよぐらいでさらっといって、ね、ちょっとまあ他の話ができたら楽しいんじゃないかなと思ってるんだけど、なんか僕もそれ楽しみですね。なんか隣で聞ける隣で聞いてなくても藤原さんが誰かってやつ多分僕 YouTube で見てるんでそれ隣で聞いておーと思って、だから僕観客の方と同じ気持ちで聞いてそうなんだぜひ楽しんでもらえたらなと思います。じゃあまたまあそんなに頻繁には多分取れないと思うんですけど、その回ごとに結構まあその濃厚な、そうだね、超絶マニアックな、興味のない人はもうなんか、あーってなる感じのなるかもしれないです。そればっかりになるとしんどいから、間にねちょっとポップのね2人でやるやつとか入れながらまた感じでねできたらいいなと思います。はい。今後ともよろしくお願いします。めっちゃ長かったね。はい、またよろしくお願いします。あんまガシガシやってもね、糸っていうか大きい段になっちゃいますね。まあ、あと帰りの取り方もそれダメでしょうね。まあ、良くも悪くもノーミの子らがね動画を出してくれてるのがまあ大きいみたいな。そう。まあでもあれはなんかまあみんなはすごいって言ってますけど、その世界にちょっと足突っ込んでるから分かるんですけど、多分誰もできないと思うんですよね。おおすごいって言ってますけど、そのすごさがどれぐらいすごいのかっていう、まあそうだね、肌感で、あれは多分もう誰もいけない世界じゃないかなと思うんですけどね。まあそうだね、なかなか料理人さんで到達するのはちょっと難しい領域にいるかもしれない。ただ一番まあ難しくなっちゃってる領域のハードルが何かって言ったら、やっぱ包丁をそこまで作り込めないといけないんだよね。でそれは裏すきとかも含めてだからね、やっぱりなかなかその裏すきをまずねまあ完璧な糸裏にするとか、そういう技術をやっぱり、まあ、彼らが持ってなかったとしても、まあ、刃物屋さん側がみんなができるわけじゃないっていう、そこのハードルがあったりもするからね、そこがちょっとまあ難しいなと思うね。それにプラスなんかこうさらにこう料理の新しい技術とかっていうのを習得してたなんかすごいないレストランですよ。もう今すでにないレストランですけど、そうやりすぎなんだよ。ちょっとあれはなんかいい意味で褒め言葉で頭おかしいです。まあそうだね。いやもうしかも前本当勉強させに伺った市に伺った時に、なんか僕より大人だなって感じました。なんかすごいなんか成熟してるというか、こう考え方が仙人みたいな、悟り開いてるみたいな、なんかもうなんていうんですかね、
もう自分のことを淡々とやるだけみたいな、まあそこまでなんか大人になり大人っていうかなんですかね、やっぱこうノイズが聞こえてきちゃったりとか、まあ、こう東京っていうところにいるといろいろこうまあ誘惑なのか声なのかいろんなノイズがある中でやっぱそこを断ち切りきれてないというか、やっぱ周りにちょっと影響されちゃってる自分みたいなのがいて、まあ、彼らが聞いた時にもう一切そこに影響されないような雰囲気がしたんですよ。なるほどね。はい、本当自分の世界を淡々と突き詰めてるなみたいなのを感じたんで、なんかそうすごいなと思いました。まあでも彼らのいいところはやっぱり考える能力がめちゃくちゃ強い、もうその能力を持ってるっていうだけでやっぱりものすごくその戦えるよね。やっぱり今のね多くの人たちがやっぱりどうしてもやっぱり受け身になりすぎちゃって、はい、その自分の意思であり自分の考えを前に出すっていうそういう能力がちょっと希薄になってるようなイメージが強いから、ね、やっぱりまあ本読んでても本の表面面が読めてもやっぱり裏に書いてあることが読めないとか、ね、本当はこういうことを言いたいんだよねっていうなんかその心理描写だったりとかで、その小学校の時の国語のやつでもなんていうんだろう、読書感想文も含めてどういうことを本当は言っているんだろうって、はい、そういうものがまあ、ね、あったはずなんだけど、そこをやっぱり読み取る力っていうのはどんどん抜けてっているというか、低くなっていってるような印象があるよね。そうですね。結構、まあ、情報型というか、まあ、こっちから取りに行かなくても、もうすごい向こうからこう湧いてくるじゃないですか、そのまあ、スマホから。なんで、こっちからその取りに行くっていうか、もう本当におっしゃったように受け身というか、でそこで取捨選択ができてないっていうか、結局やっぱそのまあじゃあ例えばインスタグラムとかにしてもやっぱそのシステムがもう賢いんで、同じようなのばっか出してくるじゃないですか。だからそれをあえてやっぱ自分のでこう思考しないことにはそこから抜け出せないような形にもうなっちゃってると思うんですよ、もう自分がいいなと思うものしか多分出てこないんで、だそこでいかに自分がうわっとかいやこれは違うだろうって思うものにあえて触れてみたりとかっていうことをしないと、まあ、だからこそ逆に危ないなっていうか、すっごい今そういう意味では分断が起きてるなと思います、知識の偏りもそうです、まあ、政治的なあれもそうですし、すっごいこうなんかもういいか悪かなんか正義かみたいな、だから時にしても多分同じやつしか出てこないと思うんですよ。同じ人の時からとか、そうするともうそれが正解みたいな、だからこういろんなのを見た上で僕はこれがいいなだったらいいと思うんですけど、それしか提示されてこないんで、そこがやっぱなんか今のこの時代の怖いところっていうか、どんどん自分が正しい肯定されていくような感じになっちゃうよね、逆にこうコントロールされちゃってるなと思います。だから自分にそれをこう言い聞かせて意識して自分がこれ違うだろうって思うものをやっぱちゃんと見る、それをこう見ずに触れずにこう遠のけるんじゃなくて、まず一回触れた上で考えてみて、それでも違うなと思えばいいと思うんですけど、一回やっぱそれこそ自分で考える、本当にね、大事だよね、その考えさせられるような、まあ、チャンネルでも見たいなと思いますよね。見る方に考えさせるような。まあ本当に正解ないからね。やっぱりうちの弟子たちですらやっぱり、ね、僕も必ず言うのは絶対にね、同じね、登り方しなくていいっていうのは必ず言うから、ね、8合目まではちゃんと来てねっていう。目的はそこなだけでね、まっすぐ登って大変な、ね、最短ルートがいいのか、蛇行してゆっくり登るのがいいのかっていうのも別にそこにね、何か言うことはいつもなくて、そうだからやっぱりまあそれぞれのやり方、ただやっぱり間違っちゃいけないね、真の部分だけはやっぱりまあルールとして守りましょうねっていうね、まあ、そこだけだよね。まあ研ぎで言ったら砥石をちゃんと直しましょうねっていう、ここを守るっていう、そこを守ってさえいれば、まあ登り方が少々違ってもよくないっていうのはまああっていいと思うし、ただね、そこをやっぱり間違ってね、
冬山で半袖半ズボンで登ろうとしてるやつは止めてあげなきゃいけないしそれはちょっとさすがに違うと思いますって言ってあげないといけないところは絶対あるからね。そうだからね、登り方の問題なのか、そのルールでありね、絶対に破っちゃいけないところなのかっていうところのやっぱり区別でありね、するべきかなとは思うね。本当にね、でもね、楽しくね、トイレもらえたら一番いいしね、やっぱりね、本当に感謝が近い遊びっていうかね、ものなんじゃないかなと思うからね、そう本当にね、素人さんでもね、奥さんの方とだったり家族の方ちょっとトイレあげて切れるって言ってくれるだけで、ね、みんな喜んでくれるしね。僕も最初それでスタートしたの、それこそじゃあ3本で研ぎやって、その時料理学校だったんで自分で使ってみて、綺麗だっていうその喜び、でそっからなんか友達にじゃあ俺のも研いでよって頼まれて自分で研げよってそういうとこからですね、そういうとこからなんかこう、楽しくなって、で自分で考えながらやって、今ここまで、ね、気づいたら来てたっていうだけの感じというか、僕の中では結構聞かれることが多いんですよ。なんで包丁選んだんですかとか、どうやってここまで来たんですかみたいな、最近なんか少し聞かれるんですけど、いやなんかハマってたらもうなってましたっていう感じですね、僕の中では。でも本当にね、熱狂できるかどうかだと思うよね、なんでもね。なんかそういう意味ではなんか幸せだなと思います。なんかそういうものがあるっていうのは。なんかね、小さな熱狂だったり小さな成功体験って絶対アドレナリン出てて、アドレナリン中毒になってるんだと思うんだよね。そうだから新しいものが来るとかもう興奮してしょうがなくて、多分そういうね、アドレナリンとかそういうね、麻薬的な物質にも取りつかれてるんだと思うなって自分でも思うもんね。自分の中でやっぱその難易度とか規模が徐々になんか高くな難しくなっていったり大きくなっていってる気がして、やっぱもっとそういう大きくなるともっとこのそれを達成した時の快楽っていうか、その瞬間のできたみたいなやっぱあるなと思いました。そうだね。それをやっていく上でなんかこう振り返ったら、なんか最初はあんな感じだったけど今こうやってなんか、自分でこうやるようになってって思うとと思いますけどね。なんかふと思うと、やってるその瞬間何も感じないんですけど、もうここに熱中してるだけなんで、その瞬間を楽しんでなんか本気でやってるっていう感じですね。楽しいよね。とにかく楽しいことが大事だよね。それをなんかシェアできる藤原さんがいらっしゃるから、あんま話せる人というかなかなかいないじゃないですか。包丁の話も何時間もずっと。そうね。でも最近すっごいさ、なんか幸せというか、なんか本当に花開いてきたんだなっていう感覚があるのが、やっぱり料理人さんたちが実験やってフィードバックくれるんだよね。もうそれはもう僕を超えてるのよ、完全に。だからその自分の仕事が終わった先の話なんだと思うんだよね。そう料理に本当に役に立つ世界にどんどん変わっていってるっていうのがやっぱり見えてきてるっていうのはすごいなんかついになんか目的を超えてなんか広がっていってるんだなっていう、なんか変わってきてるんだなって感じさせてもらえる瞬間に今来てるのがすごい楽しくて、そうか、僕の中でもターニングポイントですけど、藤原さんもターニングポイントなのかもしれないですね。なんかこの 1,2 年というか、なんかまたいろんなことが進んだりとかね。いや本当にいろんなポイントがあって、でもね本当に面白いね、分岐点がね一個違うだけで本当になんか人生が大きく変わるっていう瞬間がやっぱ実際存在するからね。そうね、動画であったりとか人との出会いであったりとか、何かそこが本当にねまたそのね誰かをね変える瞬間になるっていうふうに考えるとまた面白いし、ね、だから本当にね、だから先生業をやってきたけど逆に教えてもらう側にまた戻っていくのがすごい面白いんだよね。次これどうなのとか、これやってとか、
マジでそんなことわかるんだとか、いや、それすごいね、じゃあ次こうなんじゃないのとかって言って、また別のところで変な化学反応が起こっていくのがすごい楽しくて。そう。なんかもう、これとこれの組み合わせだったらもっと美味しい料理できるんじゃないのとかね。そう。なんかそこが見えてきて。ね、最終的に回り回ってね、やっぱりね、自分がまあ食べるものが美味しくなるのももちろんかもしれないけど、やっぱりさらに日本の料理が世界と比べてものすごくやっぱり素晴らしいって言われたりとか、やっぱりね、文化的に他の世界と比べて戦って本当に突出してやっぱりすごいなと思うのは、やっぱり食の文化っていうのはやっぱり日本はやっぱり誇るべきものがすごくあるなと思うし、こんだけバラエティーあるご飯が食べれる国もなかなかないはずだから、そういう意味ではね、やっぱり今の日本のそのすごい特徴になっているものが建物っていうのは大きいと思うから、それがまたさらに伸びていく可能性がね、ちょっと見えていくっていうのはまたそれはそれで面白い世界が見えてるなっていう。どの国も追いつけないみたいなそうところ、次元に行けるかもしれない。いやー、本当に面白い。その料理人さんたちと一緒に関わってやっていったら、そうなんだよね。この鍋がいいとかね、そういう話がめっちゃ面白いんだよね。そのね、味の素は結局僕からするとラーメン大好きだから全く否定派ではない人間で、やっぱりコスト払うお金に対してやっぱ美味しくする努力の中の限界値って絶対あると思うんだよね。その中でさらに美味しさを超えようと思った時に、その低コストで美味しくする努力として味の素は別にあってもいいと思ってるんだよね。ただすごく高級な料理であったり、お支払いするお金金銭が高い上でそこにかける時間があるにもかかわらずそこをコストカットするっていうのはどうなんだろうって思ってしまうところあるんだよね。それはなんかちゃんと出しとってとかって思うんだけど、でもそこら辺のバランスってじゃあすごい難しいよなとか、そうですよね。どこからじゃあ許せるのとか、どこからね許せないのとか、なんかすごいなんだろう、簡単に美味しいものができるようになった時代に来た中で、めちゃくちゃ難しくなってきてるよねって。美味しいものを飛び抜けて美味しいものを作るっていう、そういう中でやっぱりさっきみたいなその料理人さんとの研究とかで一個ずつやっぱり可能性を見つけていきながら美味しくなる要素っていうのをきちんとやっぱり理解して、さらにブラッシュアップしてなんか持ち上げた時にはやっぱりそういう手助けをしてくれる調味料とかを超えた何かがあるんじゃないかなっていうのは今すごい期待してて、なんかそういうところに切れ味とかその調理科学的なその鍋とかなんかそういう調理道具が、ね、違うことによる味の変化っていうところがなんかすごい寄与してくれるんじゃないかなと思うと、なんかすごい面白いなと思ってて、ある意味それこそ本当おっしゃってたみたいに難しいですよね。物もそうじゃないですか。結局安くていいものってもう昔と比べたらはるかに低コストで洋服だってユニクロ行けばすごいいいの買えるし、だからじゃあ包丁だってそれが切れ味なのかデザインとかストーリー性なのかわからないですけど、そこに価値を生むっていうのはすごい難しいなというか、そうだね、やっぱそこを一歩どの点で超えてもいいと思うんですけど、一歩先を行くかっていうところが結構難しいというか、その平均値がすごい上がってるというか、誰でもそこの平均値に行けるというか、その調味料を使えば美味しくなるんだよっていうやっぱりその80点超えてとか90点超えてからの本当に小さな過程をどれだけやっぱり真面目にコツコツ貯めれるかじゃないかなっていう、そこがなんか今の勝負の仕方のような気がしてて、やっぱり80点と81点の差なんて誰も分かんないと思うんだよね。僕らでも分かんないと思うんだよ。でもそれが感度が良くなってくると80点と85点を気づく人が出てくるだろうし、80点と90点だったら結構気づく人が出てくるだろうし、それが80点から95点とか100点に近づくにつれて多くの人たちが大きな差を感じてくれるようになっていくところなんじゃないかなっていう気はしてて、やっぱりそこの努力をどれだけね、すごく1ポイント取るのにどんだけ時間とコストがかかるのって思うけど、
やっぱりそこをコツコツやっていくっていうのが、まあ僕が思うなんか日本人らしさじゃないのかなって気もするんだよね。その非合理的な部分に手間と暇をかけるっていう。だからそれってさっきの話、やっぱり加点があってするべきところで、なんか手間と暇をかけてるのに別に加点がないものっていうのはやっぱりもっと合理的にするべきだと思うから、やっぱりそこの取捨選択っていうのもものすごく今の時代問われてきてるのかもしれない。だからね、やっぱり昔からのやり方が絶対にいいのかっていうと、今の話、昔からのやり方で実は加点ポイントなんか50点しかないんですっていう。でも機械で作ったら80点簡単に取れますだったら機械でやるべきだと思うし、だからそこの見極めをすごく問われる時代であり、そこら辺がね、まあいいもの悪いものっていうところのなんか分岐点の一つになってきてるところなのかもしれないですね。特にものづくりとかだとやっぱこれだけこうなんだろう最先端の技術とか機械が増えてくるとやっぱ伝統的なものにすごいスポットが当たるじゃないですか。でそうなった時にその伝統的なやり方がさもこう加点されてるかのようなこう売り出し方っていうのも、まあもちろんそういうの絶対あると思うんですよ、その工程の中で、そのやり方でしか出せない加点っていうのはあると思うんですけど、でも大抵の場合においてやっぱりその機械でその80点っていうのを出せて、でそこの機械で出せないその手法っていうのをこう取捨選択してやる、でそれがなんか今でいうその分岐点じゃないですけど、そこをやっぱもう一回その合理的にすべきとこはしながらもやっぱそれしかできない部分っていうのは絶対あるはずなんで、ね、そこはね、見極めとそうだね、理解っていうか見極め理解はとても大事だと思うね。そうなんかそれがね、なんか伝統も守りながら、ね、今の技術も使いながらさらに進歩するっていう新しいステージのような気がするんだけどね。そ